皆さんこんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日はちょっと久しぶりの投稿になってしまいましたが、元気にやってます。というわけで今日も作り置きを作ろうと思ってお買い物に行ってきました。最近家族ですっかり和食志向になって、朝も昼も夜も和食ばっかり食べてます。なので今日作る作り置きも和食ばかりです。和食というと難しいイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけど、今日作るのは容器に入れて加熱するだけでできるとっても簡単なレシピです。脂質が少なめでカロリー控えめのメニューになっているので、ダイエット中の方はもちろん健康が気になる方にもとってもおすすめのメニューになっています。まずはこの保存容器、ホーローの保存容器を使って4品作りたいと思います。最初に作るこの4つの料理は特に鍋とかフライパンなどを使わずに、食材もこの保存容器にそのまま入れて作ります。なので洗い物もとっても少なく済みます。そしたら、乾燥ひじきは水で戻しておいて、次に切り干し大根はざるに入れてさっと洗います。切り干し大根は水で戻さないで洗うだけにすることで、切り干し大根の栄養とか旨味をそのまま生かすことができます。そしたら人参は短冊切りにします。まず3センチぐらいの長さに切ってから、縦に1センチぐらいの幅に切ります。そして横に倒して薄く切ります。ちょっと細めに切っておくと切り干し大根と馴染みやすいかなと思います。そうしたら保存容器に調味料を混ぜ合わせます。調味料は醤油小さじ2、みりん小さじ2、水大さじ3です。で、混ぜ合わせたら切り干し大根と人参を加えて、その後にツナ缶を汁ごと加えて混ぜ合わせます。ツナ缶は水煮のタイプのものを使ってます。オイル漬けではなくて水煮のものを使ってます。汁も一緒に入れることで旨味を一緒に加えることができます。これで切り干し大根の準備は完了で、そしたら今度は高野豆腐の方を作ります。同じように容器に調味料を入れます。調味料は水 300cc、 白だし大さじ2、みりん大さじ2です。そしたら一口タイプにカットしてある高野豆腐を加えます。こういうカットしてあるタイプだとそのまま使えるのでとっても便利です。で、時間が経つと結構高野豆腐は大きくなるので、あんまり入れすぎないようにするのがポイントです。そしたら次はかぼちゃの用意をします。かぼちゃはまず種と綿をスプーンで取り除いて、そのままだとちょっと硬いのでお皿にのせて電子レンジで1分ぐらい加熱します。そしたら切りやすくなってると思うので、包丁で食べやすい大きさに切ります。今日はシンプルに塩麹で味付けをしたいと思います。かぼちゃ4分の1個に対して塩麹は大さじ1杯が目安です。かぼちゃの上に適当に乗せたらお箸で表面に伸ばします。そしたら次は人参を細切りにします。まず人参は3センチぐらいの長さに切って縦に薄く切ります。そうして端から刻んでいくと細切りになります。これはひじきと一緒に使うのであんまり太くならないように細めに切った方がひじきとのバランスがいいかなと思います。そしたらまた同じように保存容器に調味料を入れます。だし汁 100cc、 醤油大さじ1半、みりん大さじ1、酒大さじ1です。そしたら水で戻しておいたひじきはざるにあげて、よく水気を切って容器に入れます。で、人参と大豆も一緒に入れます。大豆は缶詰の
水煮のタイプのものを半分使いました。1/2缶使いました。料理の方の準備はできたので、これを電鍋の中に全部積み重ねていきます。これは台湾でよく使われている電気で加熱するタイプの鍋なんですけど、そこに水を入れて蒸すようにして加熱して使います。最初ちょっと使い慣れなくて一時期封印してた時もあったんですけど、最近かなり使いこなしてきました。レンジと違っていろんな料理を一気に加熱できるっていうのがすごく便利なポイントかなと思います。ちなみにこの機械がなくてもせいろとか普通の蒸し器を使って加熱しても大丈夫です。だいたい20分ぐらい蒸します。ほうれん草は根元に包丁で切り込みを入れて洗います。こうやって切り込みを入れておくと泥が落としやすくなるのと火の通りが良くなります。洗うときはたっぷりの水の中で振り洗いすると汚れを落としやすいです。ほうれん草はお湯で茹でることも多いんですけど、今日はもっと簡単に電子レンジで加熱しようと思います。耐熱のボウルにほうれん草を入れてラップをします。電子レンジの加熱時間はほうれん草1束で3分が目安です。今日は2束なので6分加熱しました。そして余った人参はお味噌汁用に切っておきます。大根も一緒に切ります。カットした大根と人参は冷蔵だとだいたい3日ぐらいが保存の目安です。冷凍もできて、冷凍だと1ヶ月ぐらい保存できます。ただ冷凍だとちょっと食感が変わります。まだ蒸してる途中なんですけど、あと残り8分ぐらいになったので、このタイミングで卵も一緒に入れて蒸します。そしたらほうれん草の加熱が終わったので水で冷まします。ほうれん草をレンジで加熱する時のポイントは、ほうれん草は結構アクが強い野菜なので、加熱した後に水にしっかり浸してアクを取るっていうのが美味しく作るための大事なポイントです。あとはよく水気を切って包丁で食べやすい長さに切ります。切ってからもう一度手でギュッと水気を絞ります。今日は全部ほうれん草のおひたしにしちゃいます。調味料はだし汁 200cc、 醤油とみりんが大さじ1半です。次は煮物に使う大根を用意します。大根の皮は少し厚めに剥きます。そして大根は縦に半分に切って1センチ幅の半月切りにします。そして耐熱容器に入れてレンジで5分から6分ぐらい加熱します。大根の皮はきんぴらにしても美味しいんですけど、やっぱり漬物にするのが一番美味しくておすすめです。細く切ってそのままでもいいんですけど、ざるにのせて少し干して水分を抜くとさらにポリッとした食感になってとっても美味しいです。そんなわけで蒸しておいた料理が出来上がりました。あとは冷まして蓋をして保存するだけです。蒸した卵は冷やしてから後で味玉にします。そうしたらまだちょっとだけやる気が残ってるので、この後に鶏肉と大根の煮物を作ろうと思います。鶏もも肉は一口大にカットします。最近子供の食べる量がちょっと増えてきて、鶏肉はいつも2枚使ってるんですけど、今日は間違えて1枚だけ買ってきました。フライパンに油をひいて鶏肉を皮を下にして焼いていきます。そして焼き色がついたらひっくり返してキッチンペーパーで油を取り除いて
さっきレンジで加熱しておいた大根も加えます。そして調味料も加えます。水 300cc、 酢大さじ3、醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1です。沸騰するとアクが出てくるので、出てきたアクはすくい取って蓋をして中火で10分煮ます。あらかじめ大根が箸が通るぐらいまでレンジで加熱しておくと煮る時間を短縮できます。そして煮てる間にお肉の下味冷凍をします。これは鶏胸肉の蜂蜜醤油漬けです。使うときは解凍してフライパンで焼いたりオーブンで焼いても OK です。私は最近ノンフライヤーで焼くことが多いです。チャーシューみたいになってとっても美味しいです。次は豚こま肉です。オイスターソース漬けにします。豚こま肉は今日は 400g 使ってます。オイスターソース大さじ2、酒大さじ2、醤油大さじ1分の1、おろし生姜小さじ1です。調味料を加えて揉み込んだら完了です。これは使うときは解凍して玉ねぎや人参などと一緒に炒め物に使うのがおすすめです。さっきの蒸し卵は殻を剥いて保存容器に入れたら、3倍濃縮のめんつゆを同量の水で薄めたものを注いでつけます。全体が浸かるようにたまにひっくり返すときれいに浸かります。でもめんどくさかったらそのままで OK です。一晩つけてからが食べ頃です。余ったつけ汁はお蕎麦とかに使ってください。煮物の方は10分経ったら蓋を取って少し火を強めて汁気を飛ばします。私は結構水分を飛ばしてこってりめにするのが好きです。盛り付けの時に小ネギや貝割れ大根を散らすとアクセントになって見た目も鮮やかになります。というわけで今日は和食がメインの作り置きを作ってみました。